これすごいやんけ。後ろすごいな。これ世界有数のヒグマの生息地らしい。まとめるとね、なんかもう祈るしかないって感じ。はい、チーズ。燃えてる。寒っ。うわ、すっごいなこれ。法人会に加入しよう。相当ちょっとうんざりするな。はい、で次北19号や。もう忙しいねこっちは。天に続く道北19号と25キロぐらい直線で道が続いてるところらしくって、まあすごいということなんで、もうウェブ上で散々写真は見てるけどね、超有名なところやから。どうとうか。でももう一生来ないから、絶対一生来ないから見とこう、それは。はい、天に続く道でございます。合ってる？ピンとこないな。合ってる？ピンとこないな。合ってるよね。合ってるよね。これやんな。なんやろこのピンとこなさ。全体を見渡せないから凄さがいまいちわからんな。これが北19号天に続く道やな。さっきのは偽物や。ほんまに一部やわ。もうね、25キロ続いてるうちの2、3、4キロとかそのレベルちゃう？すごいけどインパクトが薄いな。上の方行って後ろ振り返るとすごいとかかな。あれ、おすごい。すごいやん。あれ、後ろちょっとすごかったぞ。後ろ、後ろすごいやんけ。おい後ろすごいぞ。後ろすごいぞこれ。これすごいぞ。これが名前のない展望台か。誰かおるやん。これすごいやんけ後ろ。後ろすごいわこれ。素晴らしい。すげえわ。丸いな。うわ丸いな。名前のない展望台行こう。気が邪魔や。でもすごいね。もうちょっと前の方がいいな多分。すごいすごいすごい。私が今いるのは北19号です。そろそろ北19号天に続く道のゴール地点にスタート。ゴールかまあどっちでもいいけど到着をしま。はい、チーズ。はい、北19号終了ということで、すごいね。もう一生来ないけどすごいね。すごかったね。ただ来る理由がないからね、道路を見るためだけに来るって結構謎やから、次もねまた一生来ないであろう知床横断道路へ今向かっております。知床というとね、世界有数のヒグマの生息地らしい。最近ね、なんかヒグマの人慣れとともに人のヒグマ慣れも進んでるらしくって、なんかヒグマにみんな近寄っていっちゃうんやって。でヒグマもさ、人がいたらさ餌もらえるもんやと思って近寄ってくるらしくって、車なら可愛いもんやと思うよ。でも俺バイクやからさ、不安でしょうがないということで、昨日ヒグマにもしも会った時どうすればいいのかみたいな対策方法を調べてたんやけど、まとめるとね、なんかもう祈るしかないって感じ。来ないようにする方法っていうのがね、もうないよね。ヒグマの機嫌次第らしくって、すごい役立つ情報が書いてあって、万が一ヒグマに襲われた時はうつ伏せになって自分の手で首を押さえましょうやって。そしたらね、ヒグマが殺さなければ通り過ぎていってくれるってさ。まとめるとね、なんかもう祈るしかないって感じ。もし転がされても転がった勢いでうつ伏せになって首は絶対に手で押さえときましょう。そしたら死なないかもねみたいな。まとめるとね、なんかもう祈るしかないって感じ。行くかどうかむっちゃ迷ったんやけど、もうしょうがないよね。それでさ、行かんかったら行かんかったで、うわしょうもなってなるやん。だから一旦ちょっと顔出してみて、でやばそうならやめる。今月曜日平日やからちょっと残念やけど、土日と比べてドライバーは少ないでしょう。ただもう明らかにこれは危険やなって判断する要因があれば引き返すことにする。知床横断道路とか知床峠とかその辺りはまだ遭遇する可能性は低いらしい。でね、そのさらに先端、知床ルシャっていうところ、知床半島の先の方まで行くとこれ 100% ヒグマいるんやって。でなんかそのヒグマを見るためのクルージングツアーみたいなのもあるみたいで、僕ヒグマ見たいよっていう人はそういうクルージングツアー乗ってもらえればと思います。おおすげえ。はい、こちら知床半島となっております。クマの生息地です。まだね根元の方やから先端がすごいっていうから、ある日とか言ってられへんからね、マジで。ある日が最後の日になるから。おしこしんの滝、平成2年に日本の滝100選に選ばれた。はい、チーズ。はい、オッケー。サイズ感が伝わらん。誰か入ってもらおう。ウトロ町すごいな。でね、知床のね左側がウトロでね、右側がねラウス。やばいやろ。アイヌの言葉そのまんまやからものすごいよね。おこっぺとかももう意味わからへん。だいたいアイヌのその頂点にいた人物の名前が釈迦院やから、どんだけかっこいいね。はい、世界自然遺産知床でございます。こっからか遠いわ。こっから知床峠やな。で知床横断道路やな。これがヒグマの生息地知床国立公園。なんかね思ってるより交通量多いねん。だから全然大丈夫そうやった。ていうかバイク乗ってる人もむっちゃ多いからまあ大丈夫でしょう。
餌やりがヒグマを殺すみたいなね。なんか人に餌をもらえると思うと人に寄ってきて人里降りてきて結局射殺されるから、餌やりがヒグマを殺すから餌はやらないでねみたいな。うわすごいなあれ。何あれ、何山やあれ。天気がいいな、恵まれてる。今日も俺の勝ちやな。負けは次につながるチャンスです。ネバーギブアップ。ほらいただきます。もう何にも出てこへんぞ。クマいらんから鹿かキツネ出せよ。普通すぎるやろ。もうちょっと知床感マシマシでいけよ。動物が重要なんだからさ、今結局みんな癒しを求めてんねんから、日本人は動物を出せよ、クマ以外の。すごいな。うわすっごいなこれ。これすげえな。チャリすげえな。よく来たなチャリでここまで。これすごいな。あいつらクマと遭遇したらどうすんのやろ。頭を90度まで下げるとかそういうこと。すげえな。山すげえ。何山やあれ。おい全員手振ってくんなお前ら。あれすげえな。高いぞ結構。すげえ。道の駅的なのないの？俺上の方でご飯食べたいなと思ってたんやけどないのか。むっちゃいい天気と道路やな。これすげえな。すげえな。わかるわ、そこで撮りたい気持ち。すげえわ。なかなかすごいわ。もうアニマルなしでいいよ。十分よ。すごいすごい。これはなかなかすごいな。道の駅的なのないの？お腹空いたんやけど。すごいもう木生えんようになってもうてるやん。最北端で標高あるからもう木が育たんのか。だからあの山とかももう全部草原や。森じゃないんや。うーわ自然にやられたな。うわこれすげえな。裸で走り回りたいなここは。足痛い。おパーキングあるやんけ。飯飯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 飯。おー飯ないんかい。はい、知床峠ありがとう。古いポーズをしてる。はい山、飯ないの？燃えてる？向こう側霧かよ。マジか。すげえな。高原地帯や。霧がえぐい。全然もう高い木が生えへんな。想像以上やったわ。知床世界自然遺産知床国立公園。霧がねものすごい立ち込めてきててね、ラッキーやったね。晴れてる間に知床来れたのは俺の日頃の行いやな。完全に寒っ。この霧の中の峠を帰ります。霧のむってる。この状態でクマはいらんから。演出が過ぎる。道路上のクマはいらん。遠目に見えるやつ。クマ牧場とかで柵越しに可愛いクマを見たい、触れ合いたいとかそういう願望はないから、そこんとこお願いします。これさ、まあ知床峠に限らずやねんけどさ、この峠ってなんで作られてんのかな。知床峠なんか上に商業施設何にもないねん。で別に羅臼町とその町をつないだところでそんなに行き来ないでしょ。しかもさ、こんだけ大自然の中を周遊させてくれる作りになってるっていうデザインすごいよね。どういう意図なんこれは。必要性に駆られてないもんね。こんな道路別になくったって誰も困らへん。あれば行くけどみたいな感じやん。この道路を作ったことによって誰かお金儲けてるかっていうと全くお金儲けてない。なんだろうな、こういう峠ってなくていいよね。知床峠みたいな。観光客が増えるか。腹減ったな。おー知床終了。ラウス飯がない飯が欲しいなさそう。太平洋でございます。あった飯海鮮でいいか。なんかええもんばっか食ってんな。それはそれでやばいな。金が尽きる。北海道の海鮮は確かにうまいけど、でも値段もしっかりしてる。なんか東京で海鮮食うのと正直変わらん。東京の海鮮も値段高いけど味もうまい。北海道の海鮮も味もうまいし値段も高い。嘘はあっぶな。何今の。鳥嘘やろ。1回であんな量出さんやろ。これも何今の。何今の。法人会に加入しよう。何今の。うんこってこと。これカモメやな。カモメうんこまき散らしすぎ。ついてんじゃん。ついてるわ。ありがとう。5時やで。野付行くの。野付着くの6時やろ。6時に野付着いてそっから観光して大丈夫か。道東しんどいわ。道東ねマジでコスパ悪い。いろいろ自分で来るとこちゃうわ。ウェブ上の写真とか見て満足しといたらいいと思うわ。俺ねライブ行く人とかもね全く理解できひんねん。なんか生の音の方がいいやんみたいな。いや CD の方がいいから。音はテレビのなんか特集見て行ってみたいみたいな。もんテレビで見たやん。もう見たから。行っても2番煎じやから。体験型とかやったらまだわかるよ。アトラクションとか VR なんかもう最たるもんよね。でもこういうさ
道東はさマジでやばい。だって今映像を見てる限りさもう死ぬほど編集してるから、多分10分10分ぐらいの動画に収まってると思うんやけど、今日俺朝9時から走ってるからね。今5時やで。走行距離今271キロ。やばいよな。東京出てもう名古屋到着するぐらいになってるから、そこまでする価値があるかっていうとね、多分ね道東にはないよ。道東にしか見れないものはたくさんあるけどさ、もうウェブで見とけ、写真で見とけ。俺の YouTube で見たつもりになった方がいいよ絶対。函館、札幌とかニセコとか周辺はまだ良かったんやけど、道東ちょっとうんざりするな。今野付に向かってるやん。その後も美瑛とかなんか、とにかくもうね全メニューが大自然やね。変化が欲しい。本当にすごいんやけど、わかんねん。やってることはすごいことはわかんねんけど、なんやそれすぐ見れるんかって思ったらさ、一箇所見に行くのに200キロとかザラッ。頭おかしい。絶対こうへんわ俺道東。コスパが悪いわ。